400をだいたい5枚ワンセットで今日は6回生やる予定になってます。50とか300とかどれぐらいでしょうか。私初めてですまだまだこれからどんどんまだ始まるものがあるんですよ、仕込みとかで。だからこれ以上忙しくなるので怯えてます毎日。お疲れ様です。どっちもやりながら大変ですね。そうですね。なんかまあもう慣れてしまいましたけど、やっぱり2つ3つぐらい同時進行で進んでる仕事をこううまいこと組み合わせないと早く仕事が終わらないんで、頭の中ではいろんなところの今何が動いているのかっていうのを入れていかないとちょっと大変なことになっちゃいますね。慣れてくると自然と大体分かってくるようになるんですけど、スマスってやっぱり忙しいんで、自分たちが1年間やってきたことの力をこう試すチャンスっていうのかな、機会だと思います。前からなんですけど、はい、クリーム色の飾りの栗がないそうなので、送ってあげて。欲しいっていう。あと欲しいっていうことなんですけど、あげて。いいですか？送っちゃって。はい。
号サイズになります。大体ショートピンクで8個分です。ありがとうございます。ケーキ屋さんでのクリスマスは38回目かな。クリスマスは基本仕事中心でやってきたんですけれども、たまにはクリスマスをお仕事抜きでなんか楽しんでみたいなとは思ってるんですけども、それはちょっと引退してからの楽しみとして取っておこうかななんて思ってるから、ちょっとまだ先かもしれないですね。10時ぐらいだいたいスタートして、3から4時間っていうところでしょうかね。その後はまた通常の。はい、通常の仕込みが入ります。何号サイズですか？これは4号サイズですね。うちの丸型で一番小さいサイズになります。
お待たせいたしました。いらっしゃいませ。
こに借りてあるさっき開けるんで、はい、わかりました。外側がクリームがないから、ちゃんとここまで外までですけど、真上から見て生があるでしょ。ごめんなさい、後ろにいます。はい、上のクリームシチュー。あ、ここの辺にあるやつは私です。おはようございます。おはようございます。どうですか、今年のクリスマスの。今年のクリスマスですかそうですね、今年多分私が今年働き出してから作るケーキの数は一番多いかもしれないです、はい、お店が2店舗ほど増えてるんで5店舗分になります。大体6000台ぐらいになりますかね。普段こんなにたくさんそのホールのケーキを作るっていうのはなくて、クリスマスならではのこの多さはやっぱりちょっと楽しいなって思います、もう楽しめちゃうんですね。あ、そうですね。クリスマス年に1回しかないじゃないですか、お客様も年1回楽しみにしてると思うんですけど、
作ってる側もこの作業は結構非日常的ではあるので楽しいなとは思います。はーい。今日からね本格的にたくさん作っていきますんで頑張っていきましょう。はい。で昨日と一昨日とたまたまお客さんのところにケーキを持っていくことになっちゃったから行ってきたんですけど、本当にみんな楽しみにしてますよね。ケーキをというかクリスマスをすごい楽しみにしてるから喜んでましたよ、持ってって。で今日から本当に数千台作るんだけど、本当にその1台がすごく大事で、お客さんにとってはその1台が本当全てだから、いつも通り、本当にいつも通り、いつも朝出しとか日中追加で作るのと同じクオリティで、むしろそれ以上のクオリティでクリスマスケーキを作る。だからそれがプロの仕事だと思うから、とにかくいつも通り、落ち着いて、一台一台大事に作ってもらいたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そうですね。今日明日が今年のクリスマスのピークになると思います。4000台も5000台もケーキ作るんだけれども、買ってくれるお客さんはその1台が全てなんで、一つずつ丁寧に心を込めて作りたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。本日も一日よろしくお願いします。お願いします。一瞬車に入れる。どうですか、始まってみて。今日だけでもなんか数百台やるので、本当にそんなに作れるのかなって。結構緊張まだしますか？はい、します。
じゃあチョコレートケーキの方法で間違いないですね。1時間で。はい。30分で食べます。はい。はい、すみません、お待たせしました。しかもです。はい、ありがとうございます。ここのケーキは何度か食べたことあるんですか？何度も4回と5回目です。もう普段からお客さん来るときは必ず来ます。ご家族で4人で。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。豪華に見えるからね、ケーキがね。そうね。はい。この後皆さんで試し上がる。そうです、そうです、そうです。はい。お疲れ様っていう感じ。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一発いっていい？はい。ありがとうございます。普通で。
でも今年はクリスマス明けが休みなのでいっぱい寝ようと思いますあまりこのシーズンだと寝れないですか？あ、そうですね。朝やっぱり早くて作るケーキがいっぱいあるので帰るのがちょっと遅くなっちゃったりするとクリスマス期間中なんでちょっと大変かなと思うんですけど。高原さんははい、クリスマス終わったらなんかご褒美あるんですか？ご褒美ですか？はお正月ちょっとキャンプですね。い。自分のクリスマスケーキはどうするんですか？食べるんですかちゃんと？人によると思うんですけど私は食べないです。食べない。食べないです。食べますか？食べないです。でも自分の好きなお店のケーキをなんか頑張って予約して買ってる人もいる。差し入れとかクリスマス終わった後の仕入れてくれたりする人がいて、肉まんとか使いません。そっちがなんかクリスマスケーキ代わりみたいなところあるかも。なんか常連の人がくれたりとか働いてる人のなんか家族がなんかちょっと差し入れてくれたりとかするんで、そっちの方がケーキより楽しいかもしれない。空間にいるんで。今日は朝何時から作業されてたんですか？今日は5時ちょっと5時前ですね。専門学校出て個人のお店で働いてて、もともと30歳までには自分でお店をやろうと決めてたので、ちょうどよくタイミングがあってっていう感じですね。出産前に1回辞めて1年ぐらい休んでて、でお店の準備をして始めたって感じです。ママ大好きっ子ですね。
工房が遊び場になってますね。白いところが残ってる場合はもう一回焼いて中まで火通すって感じですね。クッキーみたいな感じ、サクサクして。
ワニちゃんだ、本当だ。息つく暇もなくっていう感じですね。そうですね。まとめて立てるとまただれてきちゃうんで、一回立てたのを立てると黄色っぽくなるかなと思ってペーストとバタークリームを混ざったのをタルトの上に絞っています。販売は誰かいらっしゃるんですか？全部一人です。一日の中ではいちょっと落ち着く時間、自分の中で。はい。でないなんかですね。寝る時ぐらい。
専門学校出たらこの仕事しかできなかったやるしかないって感じで、それだけですかね。忙しいっていうよりかはなんかもうあと4本ぐらい手があったらいいのにって思う感じ忙しくて嫌になるって感じではないかな。頭が常にフル回転してそうですよね。そうですね、なんか 1週間分ぐらいもう何しようって考えてて、それをどういう風にやっていこうかなって、どうぞどうぞ。
いくよ。チョコっぽいのがガトーショコラ1つ。はい。あとこれショートケーキショートケーキ1つ。ショートケーキ。はい。持つはい。お礼言ってはい、ありがとうございます。お店とかこういう風にしていきたいみたいのって何かあったりしますか？本当はお菓子教室がやりたくってでもそれだけじゃ成り立たないんで近々やりたいなっていう感じですね。こんにちは。全部で6個です。はい。じゃあ今日はありがとうございました。
ちは。あ、そうそう。1万円で。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。この後何しようかなと思って。仕込みは普段はあんまやらないんですか？クリスマスシーズンだからって感じなんですか？そう、クリスマスで飾りにつけようかなと思って、
作る楽しみみたいなものを忘れずにやっていきたい。めちゃくちゃ美味しいですシュークリームの皮を焼きます。うちのシュークリームカリカリのシュークリームじゃなくてふわっとしたシュークリームシュー皮で作ってるんですけど、焼き上がってるとふんわり焼けてる様子も見ていただけたらなと思います。これは抹茶のシュークリームの皮で生地に抹茶を練り込んで作ってます。クリームって1日何個ぐらい作られるんですか？今日だと多分300個ぐらい、300個ぐらい朝で、そこから売れ行きによってシューの皮焼いてで詰めてっていう感じで、トータル1000個いくかいかないかみたいな感じかなと思います。
ってるのって何かあったりするんですか？栗のペーストが最低限のつなぎしか使ってなくて、結構生クリームで伸ばしてるとことかあるんですけど、結構栗のペーストが濃いんですよね。最低限しか使ってないから、だからめちゃくちゃ美味しいです。クリームが入ってます。はい、カスタードクリームだけだと重くなっちゃうので、生クリームも混ぜて軽くしてます。
最後茶色がクマさんになって、白い方いちごの方がうさぎさんになります。温度測ってるんですか？ドリップってこの周りにかけるんですけど、熱すぎると生クリームが溶けて、低すぎると温度が低くて冷たすぎるとなんかゴテゴテっとした見た目になっちゃうので、適温で流してます。シビアで失敗したりするんですいい感じです。いい感じです。開けて完成です。完成。はい。これはキューロールって言ってカスタードと生クリームを合わせたクリームを絞って巻いています。
ベリーティラミスを欲しいです。品質的には問題がないんですけど、はい、見た目がダメだったものとかもったいなくて、当初従業員で食べてたんですけど、商品にしようってなってちょっとお安めで売ってます。もったいなくて、もったいないものが全部詰まってます。そうなんです。うさぎさんにお母さんとの2万から2万5千個ぐらい月間で焼いてる一番人気の商品。1パケット焼きたてのがもう出ます。はい。お昼の前に朝早いんでそれだけああ、そうか。カスタードいけますか？食べれます？はい。ぜひ。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。は今パイシューっていうお菓子を作ってて、グッて膨らんで上の方がテラテラキャラメリゼされて、で中にカスタードのクリームを詰めるんですけど、すごいサクサクして中トロトロしてめちゃくちゃ美味しいです。これの帯取りってしたことないね。いけるかせます。ここら辺。これを広げます。はい。こんな感じ。特に人気のスイーツだったりとか、はい、おすすめこのお店に来たら絶対買ってほしいものとかってありますか？はい、まず一番最初に
食べていただきたいと思うのはシュークリームです。でまあ、シュークリームってもともとクリーム自体が、まあ、クレームパティシエールって、まあ、要は菓子職人のクリームというものですけれども、それがやっぱり僕はそのお菓子の基本であり原点であるような気がするんです。でそれをいつも作りながらですけど、果たしてこれでいいのかっていつも思いながら、で少しずつ変えていきながら、クリームを作って、できるだけ朝焼いたふんわりとしっとりと香ばしくっていうこの3つを大事に焼こうとしてて、だからお子様も食べれるしお年寄りの方も美味しく食べれるようなシュークリームを目指して作ってます。スタッフさん同士がすごいチームワークがいいなって感じたんですけど、チームワークは非常に大事です、お菓子作る上で。もちろんチームワーク以上に材料を作られるところからもそうだと思うんですけれども、やっぱりその材料が入って、でこちらでそれをまあチームとして加工というかお菓子作りをするわけですけど、まあ、生地を焼く人もいれば、まあ、それを準備する人もいれば仕上げる人もいれば、まあ、様々、セクションに分かれて、まあ、一つのものをできるだけ朝間に合うように作ってますので、そのチームワークが欠けるとお客さんに喜んでもらうような商品もできないし、まあ、スピードも上がらないから鮮度も落ちて美味しくなくなっていくというのもあるので、みんな何よりもチームワークを大事に考えながらやってるんじゃないかなと思ってます。これからフランドールさんとして挑戦したいこととか夢とかってありますか？お客さんもそうだと思うんだけど、出会った人としっかり関わっていきながら、それは理念でもありますけれども、幸せを一緒に作っていこうとすることが、まあ漠然とした大きい夢なんですけど、まあそれにおいていろんな商品がこれからも生まれて、お客さんが幸せを感じてくれることを実感しながら仕事をしていきたいというビジョンもあります。はい、素晴らしい、ありがとうございます。一番人気の自家製牛すじ煮込みのヒレ何個も200、300個ぐらいですかね。平日も100は軽く作っています。ほとんど変わらんわ、娘と。私はまだほら遅かった。
でも今日スコーンとかするし、まあ無理はせんでいいかな。ごめんなさい。ってない。毎朝起きたかな。朝は何種類ぐらいパン用意するんですか？でも朝にほぼ全種類作るので、なんか中身違いとかも入れるとやっぱ40ぐらいはいきますね。すごいですね。はい。ちょっと見てから。これはショコラショコラというチョコ三昧の中にチョコクリームを入れて板チョコも入れている商品です。いますね。で今日お出かけハンバーグパンっていう感じで、中にあとハンバーグとかブロッコリーとかウインナーが乗って一つでちょっとお昼が完結できそうなぐらいのお惣菜パンです。全然温度も違いますね。ここにの先回りをしながらやっていかなきゃいけないので、多分どうしてもちょっと世話しない職業な感じですね。で焦がしたらやべえやん。毎日それで。
んだけどさ、お餅とコーヒー、今日でもお餅きれいやよ。仕上げは慎重にいく。桜の花の塩漬けです。あんな一緒にしたな。自分がお店持つとか全然思ってなくて、夫が俺は何かをしたいみたいな、お母さんもお店しとるし、俺も何かずっとやりたいと思っとるって言って、腕あるならパン屋やらんかって言われて、するってなったら大体こんぐらい借り入れすればいいし、こんぐらいだったらまあ1年で失敗したとしても高級車3台買って全部1年で壊れたって思えばそんなもんやろって言われて、まあそっか、じゃあそう言われてみたらそうだよねみたいな感じで、ちょっと軽い感じで後押しされて、一緒に分かってよ、一緒にするよって言ってお店スタートしちゃいました。2人なんですけど、本当は3人でやってたんですよ、うちの夫も。だんだんね、気づいたら2人になってたよね。おはようございます。おはようございます。予約できました。あとハンバーグあるの。ハンバーグ。おはようございます。ああ、大丈夫。帽子も朝顔なんですね。帽子は朝顔なんです。可愛い。私と夫だけ。そうですね。みんなはなんとなく朝顔色の。1日冷蔵庫で寝かして中にだしを染み込ませての時にぜひ作りたいなっていう。ただどうしても1日寝かせたりしなきゃいけない分数量が全然作れないんですけど、つけてほしいとかご要望がある時はもうつけてっていう。これ菓子パン系ですね。
豆パンになります。いろんなお豆の豆パンっていう名前です。おはよう。って美里に言っとったかなと思って。全然知らないです。おはようございます。硬い。これドーナツサンドです。緊張します。手が震える。ちょっと待って。あります。線香入ってくるのでめっちゃツヤツヤに見えるんですよ。私もよそのパン屋さん行くとめっちゃ買ってます。
日に何度もカレーパンは作る。そうですね。私違うのは丸い方はチーズが入ってて。今から生地の仕込みを始めるので、それ用の止めた時にここガス浮きとかあと生地の表面がもうちょっといらっしゃいませ。サンド今日から復活しようと思ってて、昨日まで販売してなかったんですよ。めっちゃフルーツサンド好きなんですよ。本当ですか？ちなみに初めて来たんです。せっかくなんで2つもらって。ありがとうございます。はい。これは、手作りのだしタブレット、だしプリンとなめらかプリン両方あるんですけど、だしタブレットは手作りで作ってます。プリンって珍しいですよね。珍しいですね。みたらし味のようなだし。
があるんですか？そうですね。このレモンとかはやっぱ夏に向けての期間限定ですね。あと桜とか。他のところ。買います。今席取る。けどランドールなんかランドールは6なのに。ありがとうございます。小松市が、ポムポムプリンのデザイナーさんの出身地で、それでポムポムプリンと一緒に町おこしをしようという、小松を盛り上げようという感じになってまして。ありがとうございます。これが惣菜パンとかになる生地ですね。他の2つはどういう違いがあるんですか？他の2つは昼顔食パンと夕顔食パンっていうのがあるんですけど、昼顔食パンはハード系の、いわゆるイギリス食パンというか山形の食パンはバゲットとかと一緒な生地の食パンを、もう一つは夕顔食パンという形で生クリームとか蜂蜜を入れてある食パンになるんですけど、甘い系のものになって、店頭でいうとフルーツサンドとか甘みがあるものと合わせやすい。
っと緊張して負けてない休ませて明日サンドイッチになります。もともと小さいお子様からお年寄りの方まで幅広い世代の方に喜んでいただけるパンっていうのを作っていきたくて、なんかこう家族で来た時に大人が食べるパンはあるけど子供食べるパンないしどうしようっていうよりは、私たちはこれがいいけど子供はこれ食べれるねとか、あとおじいちゃんおばあちゃんにはこれ買っていこうかみたいなラインナップっていうのはもうずっと開店から思ってるんですけど、月日が経ってもやっぱ朝顔さんに買いに行きたいねって思ってもらえるようなパンを作り続けていきたいなって思ってます。身長的に。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。通常は小麦粉なんですけど、グルテンフリー食品を、全部が全部ではないんですけど、そういったものをちょっと使っていきたくて、なので特にこのメインのものは米粉で安心安全の食材ですけど、そこはこだわってますかね。色がついているものはクレームブリュレのような感じの香ばしさ、薄っぽいこういったものはクリーミーな感じに、それでお客様に聞いて、どちらの方がお好みですかっていうので。結構プルンプルンしてるんですよね。冷やすとチーズが入っているんで締まります。
ケーキとかってやっぱりお母さんとかが自分の息子にあこれが好きだったよなとか、自分の旦那が自分の奥さんがこれ好きだったよなっていう、その相手のことを考えながら注文しそのご予約してくれる時が一番僕は好きですね。あなんかいいなって思います。入れちゃいます。お客さんでこのお店に来た時にオープンしたての頃でスタッフの方誰も雇ってなくて斉藤さんも1人で作って1人で販売をしてもうすごい忙しそうにされてたんですけど、忙しそうにしてる中でももうすごい笑顔が絶やさずにとても素敵接客してくれたので雰囲気とっても素敵だなと思ってたら求人の募集がかかってもう迷わずに応募しました。実際に中に入ってみても、すごいいい人だなと思ってもうとても働きやすくお手伝いさせていただいてます。使って煮詰めて一期一会です。
今洋菓子やってますけど、洋菓子好きじゃないんですよ。食べることが好きじゃなくて作ることが好きなんですよ。で作って喜ばれることが好きで、一番初めはフレンチでそこでデザートをやらせてもらってる時に自分が作ったものを喜んでもらえたんで、それがすごいそうですね癖になって、じゃあ極めようと思って。ケーキが好きな人何が食べたいかって聞いて食べたいもの、そうですね。あとお客様常連さんの食べたいものをちょっと聞いて、でそれを作ろうかなっていう感じにしてます。ますね。土佐分担ですね。入ってます。こちら親戚の分担畑、ここで採れた分担を現地でそれをジャム状にしてくれて、でそれを使ってます。
はい。そしたらもうまだグラニュートが溶けてない。おしまい。はい。そしたらじゃあ次。結構月に何回か、はい、買わせていただいてます。バスクチーズケーキと子供がショートケーキが好きなので何度か買わせていただいてます。身長いいなんですけど、ガトーショコラ。はい。もしよかったら。ありがとうございます。ですよね、逆に。嬉しい。ありがとうございます。バイバイ。はい、本日中にお召し上がりください。めっちゃ可愛いですね。全員入れしたらいいですね。はい。あ、ごめん。ごめん。なるほど。断点早い。はい。全入れで。はい。入れます。もうとにかく優しい。もうスタッフにもお客さんに対してもこう喜んでもらいたいっていうもう全体からそれが溢れていて、美味しいケーキを作るっていうのもそうなんですけど、人と人とを大切にしているっていうのを感じますね。茶目気ある中で、実際にやっぱ仕事に関してはストイックで真面目なので、こう指導するところは内容まで細かく教えてくれるんですよね。最高の職場だと思ってます。職場環境って結構大事じゃないですか。まずここで働いてる子たちがいいなって思ってくれるところじゃないと多分接客にも出るんで、絶対にまずお客様もそうなんですけど、従業員がいいなって思ってくれる環境、お客様にも伝わるんで、多分自然とお客様もいいなって思ってくれると思ってるんですよ。
お客様の反応が結構僕は好きですね。美味しそうっていう嬉しそうな顔を見るのが好きなんで、だから僕は作るのも好きです。美味しいお菓子を作って待ってます。いつでも遊びに来てください。お待ちしてます。